本動画は絶賛公開中のモンスターバース最新作、ゴジラ、コング新たなる帝国の本編の結末などに触れるネタバレありの動画となっています。劇場での鑑賞をしてからの視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。人気怪獣。鑑賞する前と後で一番印象が変わったシーモちゃん。才川怪獣、ムビモン早く。女の子。そうなの？この子は悪くない枠。頑張ればコミュニケーション取れそうな怪獣。やっぱアンギラスっぽいな。令和のアンギラス。シーモってやっぱ下から取ってるのかな。亀っぽい優しい顔をしている。ゴジラの友達。支配が解けた途端綺麗なお目目になる子。スカーキングに手なずけられた。スカーキングに暴力で支配されていた。憎まれ悪役枠の武器が無知ってのが王道すぎて。シーモさんはゴジラが好みの男性みたい。いや、コングの嫁だろ。モスラが極道の妻。こいつでかすぎだろ。ゴジラよりも巨大、スカーキングよりも強い、コングよりおとなしい。キングギドラよりでかいんだよね。4足歩行してる状態でゴジラと同じぐらいの高さあるからな。コング所詮はマジででかい。スカキンが乗ってるとあれそんなでかくない。ってなる。最終決戦でやっぱでけえ。200無くらいあったか？機上もこなせる陸上怪獣ってなんか新鮮。160無ほど。ただ歩くときに周りが凍っちゃうのはあかん。背中乗って冷たくないの？そもそもこいつの背中によく乗れるな。トゲトゲ多すぎて足の踏み場もなさそうだが、シーモは冷気漂ってるのに乗っても大丈夫なんだ。足とかくっつきそう。あれは本人の精神状態次第なんだろう。強制的に従わされてる状態だとちょっと漏れるけど解放されてウキウキなら平気なんだ。ガッシュの馬ゴンとカルディオみたいなもんか。シーモにライドするスカキンに対抗してゴジライドするコング。シーモに鎮座するスカーに対して全力疾走するゴジラに捕まってるコングの対比が良かった。あの全力疾走シーン予告だと笑ったけど劇場で見ると熱いわ。初見こいつ大丈夫かと思ったが暴れてくれたら十分すぎるぐらいだった。20倍エネルギーになったゴジラの熱戦にも耐えてた必要ない？超強いし超でかい。でも本人は甘えん坊の平和主義。アーマー冷凍怪獣ね。そんなパンチないプロフィールだな。過去に氷河期起こしたの。ゴジラの放射火炎下には効きません。下の冷凍光線ゴジラには効きません。なんなのこいつら。冷凍直撃知れてもすぐ割って突進はビビった。モスラのアシストがなかったらやばかったのかもしれんが、そのためのエネルギー充填だったのでは。ゴジオジ最初からスカキンじゃなくてシーモちゃん対策してた感じがある。こいつら相手取って殺されずに南極に封印された俺やっぱり王様だわ。予告を立って見に行ったからシーモにモスラにサプライズ美少女が連続で出てきて最高だった。ゴジラが警戒したのスカキンじゃなくて下だろ多分。実際下かなり強かったし。地上でテソやゴジラも鍛え直すわってレベルのヤバい能力持ちなのも良かった。本当に氷河期到来させられる力あるんだ。ってなった。ゴジラとシーモは描写的に他と強さの格が違ったと思うわ。エネルギー蓄えて準備したゴジラと虐げられてたシーモだからシーモのが格上かもしれん。ゴジラみたいなやつを従えてる。た形でスカキンの悪度さを表してるメソッドだからね。シーモちゃん自身に氷河期キャンセルはできないので前回もうわーってなってたと考えられる。シーモは古代タネタイタンらしくゴジラ並みの超強さを持ってるがどうも性格がめっちゃ穏やかっぽい。コングさんが頭撫でたり顎触るぐらいに懐いてるからな。下顎撫でられてるの可愛かった。猿に撫でられてゴロゴロ言ってんじゃないですよ。シーモちゃんコングに抱いてたけどあいつ子供を武器に振り回すやつですよ。ゴジラさんはあれで理性的だから操られてるのは分かってたんだろう。最悪の場合は殺すのも選択肢に入れてただろうけど。背びれもあるし属性違うけど熱戦博士ゴジラ族の亜種なのかな。ギドラを封印する役目だった怪獣なんだな。めっちゃ強くね。基本は優しい性格だからハゲが操らない限り何もしなかったと思われる。ペットが強いだけであの猿あんま強くねえな。孫悟空連れた三蔵法師みたいなもん。スカオジがシーモと分断されてゴジラと戦う羽目になった際めちゃくちゃ焦って攻撃してたけど何一つ有効打になってなかったからマジで単身だとどうしようもなさすぎる。とはいえコングより明らかに軽やかに光線避けていたし単なる雑魚ではないのもうまく演出してたと思う。まあ骨ムチ逆に取り上げてぶっ壊すゴジラさんもおかしいんだが。癒され枠だったとは常識が変わったわ。最後凄むゴジラとスカーをキョロキョロして決めるのかわいい。やれ。はい。
ゴジラさんならすぐぶっ殺しそうなものなのに正気に戻ったら即許してたから。昔会ったことあるのかもな。さらっとペットみたいな扱いしてるけど地球を氷河期にするくらい強いやつ。こいつに裏切られのが運の尽き。裏切られるような支配の仕方してたからな。コングは痛みで支配しないからな。スカーにかましてやった時のカタルシスすごかったじゃん。スカーの支配から解放された時のすがすがしい表情たまらんかったな。金箔洗脳調教されてたけど洗脳アイテム破壊されて正気に戻った最強敵幹部が味方になった。コングがスカーを、ゴジラがシーモをコテンパンにするかと思ってたから、キングギドラくらいに。シーモ生存はほんと予想外だった。コングと一緒に地下に凱旋したな。あんだけ暴れても許される怪獣も珍しい。いや最後解放されて本当に良かった。いつゴジラさんにぶっ殺されるかヒヤヒヤしてたから文句なしのハッピーエンドや。シーモも初登場シーンから鎖で無理やり引きずり出されたり、本気で嫌がったりクリスタルでいやいや噛んだしてたり、すげえ描写が丁寧だった。だからって頭なでなで顎なでなでのコングくんは爆笑だよ。わあ綺麗って熱戦眺めてるとこかわいい。スカー君に引きからフルボッコされるのひどない？むしろあっさり終わったなって感じた。もっとボコって欲しかった。凍結粉砕。設定だとかなり強いのにどうしてスカキンに捕まってたのか謎。あの謎の結晶のせい。超強い女騎士もクソザコゴブリンに捕まってクッ殺するでしょ？それと同じさ。あのクリスタルはどこ由来なのか。サルどもが作ったとも思えない。シーモの背びれかな。バーサスの時のコング宮殿の技術すごかったからオーパーツ的なもんじゃないかな。クリスタルビシって影響を受けてたのシーモだけだしね。宇宙から来たギドラへのアンチ存在として地球医師が生み出したタイタンでギドラを永久凍土の下へ葬り去るために地球に氷河期を招いたとか設定漏れそう。映画で見て良さに気づくキャラであった。何気にゴジラでコング以外の猿怪獣、しかもテナガザルやチンパン系、冷凍怪獣はいなかったからすげえ新鮮さがある。氷は特撮と相性悪いしモチーフ同じのは基本避けたいからな。シーモちゃんあんだけ強いくせに性格穏やかなメスな上にコングさんに懐いてるのがヒロインすぎる。シーモは女の子なのにあの体格にあの強さ防御力ってのが。ムートンもメスのがでかくて強いし。超絶すごいパワーを秘めてるのに性格はおとなしくて人懐っこいとか守護者サイドだよな。そんなシーモちゃんを鎖で拘束して言いなりにしてたスカーは間違いなく邪悪。これからコングが出てくるときは数個シーモとトリオで出てくるのか。たまらんな。ゴジラに噛まれてもシーモの冷凍ビームも壊れないガントレットすごくね。コングじゃ耐えられない攻撃を防ぐ機械を作れる人類もそこそこ来てるな。メカゴジラしかりガントレットしかり。グレートエイプくらいなら滅ぼせるんじゃないか。そんなこともあろうかとってガントレットがすでに出来上がってて。勝手に飛んでいってくっついて一瞬で怪我まで治すご都合展開が気持ちよい。前作のゴジラ VS コング見てないけど楽しめる？見なくても楽しめるけど見た方がより楽しめる。このシリーズの脚本いつもバランス良いのよね。ちゃんと出てくるタイタンに見せ場作ってくれるし余計なことはしないし。人間側もコング側も、ふるさと、というテーマが一貫しててふるさとを取り戻す再認識する流れが美しいんだ。あのマグマ地帯で無理やり飼われてるかと思いきや最後一緒に戻ってきた。シーモちゃんも猿の拠点に戻ったけどあんな溶岩地帯が生活圏でいいのか？暑さで弱らしてクリスタルで完全に支配してるのかと思ったら最後戻ってきててびっくりしたわわら。